こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運生成術師新海真希です。今日はちょっと数秘術のお話をしたいと思います。というのはもうすぐ数秘術的にとても大切な日がやってきます。そもそも2025年は数秘術では9の年と言われています。2と0と2と5を足すと9ですね。そしてもうすぐ9月の9日がやってきます。ということで、2025年の9月の9日はトリプルナインのエネルギーの日ということになります。この日、地球は変容と再生のエネルギーに満たされます。ということで、この日にやった方がいいよという皆さんにおすすめの開運のリチュアル、開運行動をこの後お話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。そしてその前にいつもこの動画見ていただいている皆さんありがとうございます。初めての方はぜひチャンネル登録をお願いします。主に先生術、開運行動、周波数を上げて願望実現するマニフェステーション術について動画を上げております。詳しく文章でもノートの記事の方に書いておりますので、気になる方はそちらもぜひチェックしてください。そしてインスタグラムの方もやっておりまして、開運行動のリールなども上げてますので、ぜひご覧ください。さあ、それではもう一度数秘術のお話に入ります。私は先生術だけではなくて数秘術やカラーセラピーなども教えています。で、数秘術講座っていうのは実はですね、一番最初にスピリチュアリティを学ぶときに学び始める方が多い。つまりシンプルで簡単ですよね、数字っていうのは。なので、実は一番たくさんの方に受けていただいている講座です。動画で受講できますので、こちらも気になる方はぜひ一度、申し込んでみてください。自分の好きな時間に見ることができます。で、ガイアハウスの数秘術講座では、9、ね、は悟りを開いた仙人のような数字、賢者の数字と教えています。実はこの私のもとに宇宙からある時降りてきたセプタグラムソウルジャーニーの、秘密のシンボル、これを読み解いていくとどんどん私は幸せになっていったわけですけれども、それと同時に受け取った65枚の皆さんの運命を素晴らしい方向に導いてくれるメッセージを届けてくれるこのカード、この中にも9というカードがあります。で、この絵柄も色もすべて私は宇宙からのビジョンで受け取った通りでカードも制作しています。9は宇宙空間で本を開けて学んでいる、こういう感じになってるんですね。なので、この上の丸の方は、学びと経験によって何度も何度も転生して生まれ変わった英知の詰まった脳である古い、ソウルであることを示しています。何度も転生したソウルジャーニーの最終の完成形に近づいている数字なんですね。そしてこの9は宇宙での学びも意味していて、哲学とか瞑想、優しさ、寛大さ、慈悲、思いやり、繊細さ、そして集大成という意味を持ちます。そして何よりも9のキーワードは手放しの数字ということです。そして9はつまり手放して次のステップに行くための一つのサイクルの終わりというものも示しています。なので2025年は実は誰にとっても一つの終わりの年なんですね。何度も、お話ししていますが、何でもネガティブに取ると、恐れが湧いてきますので、何かが終わると聞くと寂しい気持ちになるという人もいるかもしれませんが、この日に手放すのはあなたの人生の重りとなっているものですから、大切なものを手放せというわけじゃありませんので、ご安心ください。これも何度も私もお話ししていますが、私の人生が止まったように見えて、いろんな重荷を抱えて、借金まで抱えていたあの頃、私は宇宙の法則ということに全く気づいていませんでした。だからそれらを払拭するために、恐れをなくすために、ただがむしゃらに働いたり頑張る。それによって恐れがなくなり、お金が増えて幸せになれると思ってました。でも全然そうはならなかった。何もやってこない。豊かにならなかった。
でも宇宙の法則を知って、すべての存在の中にはすでに豊かさと喜びが用意されているということに気がついた時がありました。そしてそれが人生に反映されている人と反映されていない人がいて、私は反映されていない人、その違いは周波数であるということに気がついたんですね。例えば、テレビをつけて10チャンネルに合わせるとします。そうすると、10チャンネルにすでに用意されていた映像が見えます。これと同じなんですね。10チャンネルに周波数を合わせたテレビをみんな持ってるけれども、そのチャンネルにをつけない限り、そしてそのチャンネルに周波数を合わせない限りは見れないんです。それさえすれば、あとはチャンネルを選びさえすれば見れるということでもあります。もし周波数を合わすことをしないで、チャンネルを選択することもせず、あの人は10チャンネルが見えるのに、あの人の人生は10チャンネルの楽しい人生なのに、なんで私にはその同じ人生が見えないのかと、不満を言い続けているなどとしたら、すごい横から見ていると滑稽であるということがわかると思います。で、私はある時そのことに気がついてから、夢実現の周波数に自分自身の体を合わせること、チャンネルを間違いなく選択することに取り組み始めました。そして今、そのプロセスで作り上げたメソッドを提供しています。ちなみに、周波数を上げていくというのは、いくつかのプロセスが必要で、私はそれを7つのステップに分けて皆さんに提供していますが、チャンネルを間違いなく選択するということに関しては、先生術が非常に役に立ちます。個人セッションでバースチャートを徹底的に読むことで、あなたのチャンネルはここだよ、幸せのチャンネルは、ということが、見えてくるわけです。で、いずれにしても周波数を上げていくステップは必要で、そのプロセスの中で実は一番大切なのは、手放すことなんです。豊かさを受け取ろうとしてるのに、受け取りたいのに何かを手放すっていう反対の行動をするのと思うかもしれませんが、すべては周波数です。つまり波動を下げてしまっている心理学用語ではリミティッドビリーフと言いますが、思い込みによる制限ですね。これを手放すまでは、どんなに波動を下げる習慣を取り入れても一進一退となってしまうんです。私は大学で教員免許も取ったし、教員心理学も取ったし、心理学もやりましたが、その頃にこの心理学用語のリミティッドビリーフっていうのを知っていましたが、本当の意味では理解していなかった。なんかそういう思い込みによる制限、制限をするための思い込み、信じていることなんかがある人もいるんだなぐらいの人事のように思っていたわけですけれども、実はそれこそ周波数を上げていかないと自分自身の内側にある最高の可能性が開かないということを信じていない。それはリミティッドビリーフによるもの。頑張んないと成功しないとかね。そういうリミティッドビリーフを私自身が実は一番持っていたということに気づいたのは大学で心理学を学んで何年も経ってからでした。そして、これを手放していくために、次のサイクルに行くために、もういらないものと、さらに磨きをかけるために残しておくものを間違いなく見極めていくことができる人が、どんどん軽やかに上昇して高く上がり、高い周波数になり、高い周波数だからまた幸せになりという、いい方の循環を生んでいくわけです。その手放しがだから皆さんは難しい。欲しい欲しいっていう気持ちはもう自然に、もういろんなもの見て、テレビ見て、あれ食べたい。インスタ見て、友達みたいにフォロワーを増やしたい。この人みたいにこうしたい、ああしたい。いっぱい欲しいものばっかり自動的にエネルギーを持ってるんですが、そうではなくって、いらないエネルギーを手放すということを最優先にやるべきなんです。ただこれは人によってはなかなかうまくいかない。どうしても手放せないという人はいるかもしれませんが、なので朗報です。トリプルナインの日はまさにその選別にぴったりの日なので、苦手な人もぜひこの日にやってみていただきたいと思います。この日にはあなたの皆さんの私の人生の上昇を妨げているネガティブなエネルギー、limited belief、もう必要のないものを手放すために存在している日です。
なので、この日にどこかで少し時間をとって、これから今から言う開運行動をぜひやってみてください。9は最も繊細な波動を持って、この世界と見えない世界の間にある数字でもあるので、この日にそれをすれば、必ずいらないものは手放せると、心から信じてこれを行うことが手放しを成功させるためのキーワードです。なので、まず信じてもらうために、脳が信じる状態にするために、もう少し Q についてのお話をしたいと思います。数秘術クラスでお話ししている有料のお話の一部ですので、ぜひ聞いていただきたいと思います。これは皆さんがトリプルナインの日にそれができると信じてもらうためのお話です。まず先生、数秘術クラスでお話しするんですが、宇宙は9進法で成り立っているんですね。私たちは10進法で1から10に行くと桁が上がり、ね、また10進むと桁が、増えていき、20になりっていう10進法で生活をしていますが、宇宙は9進法です。この話ははしょりますが、カタカムナ、私は専門が民族学で歴史でもあったので、カタカムナもそうなんですね。まあ、それはもう興味ある人は調べてみてください。自然の摂理、これも求心法です。9について、ミラクルナンバーと言われる7と9についてはいろんなお話があるんですけれども、今回は9なので、9、数字で9で何かを割ると、その余りは必ず元の数字と同じになる。やってみてください。10を9で割ると、もちろん1余ります。元の数字っていうのは10です。10のエネルギーは1たす0なので1ですよね。20を例えば9で割ると、2区18で2が余ります。元の数字は20。これ何桁のどんな数字を出しても必ず、どんな数字を割っても必ず余りと元の数字は一緒になるんです。これだけじゃないです。どんな数字も9をかけると9に戻ります。9に2をかけると2区18。18は1たす8だから9です。9に、30をかけると270。2たす7たす0だから9です。何万桁の数字を9でかけても必ず出た答えは9の波動を持つんです。やってみてください。疑う方は。これだけじゃない。もう一個は言いましょう。いっぱいあるんですけど、もう一個言います。9を足すと必ず元の数字に戻ります。さっきの余りと同じ原理ですけど、5に9を足すと14。1足す4は5ですから5に戻る。9にじゃあ111足しますか。111足す9は120。1足す2足す0だから3。元の数字は111だから1足す1足す1で3というふうに必ず戻っていくんです。ですから9はリターンナンバー。元に戻す数字、始まりの数字、一つの集大成ということになります。これが宇宙が求心法だよという理由でもあります。で、もうちょっと話すと、話し出すとどんどん話したいことがあして急な話なので、ちょっと脱線しますけれども、思いつく話っていうのは多分ここの動画で話した方がいい。皆さんに必要な話だということで、ちょっと脱線しますが、このエネルギーを助けるビジュアルは、実はセプタグラムソウルジャーニーのこのリーディングのカード、使っているカード、ね、65枚、これも全部宇宙から受け取ったカードですが、この中で使われているファイスパイラル。が実はこのエネルギーを助けるものです。ですので、ありました。これです。なので、実はこのいらないものを手放すエネルギーを加速するためには、このファイスパイラルをビジュアライズしてみるということも大事ですね。この新世紀科学を掲載しているこの数式は知っている方も多いと思いますが、フィボナッチです。フィボナッチスパイラルです。
これこそ世界に存在する実は最も高い周波数を示す一つの数式なんです。これも話し出すともう長い別動画に撮ろうと思いますが、人間の体も健康な人はこのフィボナッチ、パイスパイラルの周波数を持っていることがなんと今科学で証明されつつあるんですよ。ですから、簡単に言うと、高い周波数を持っていると病気にもなりにくくなるということになります。で、ちょっと元に戻しまして、このお話はまた別動画でしたいと思いますが、なので、これからせっかくなんで、この画像をこうやって皆さんにお見せしましょう。この画像もね、この色もエネルギーも書き方も全部宇宙から受け取ったこのカードなので、このカードを見るっていうのがものすごくいいと思いますので、なので、これをシェアしながら、さあ、いよいよここからリツアルです。なので、こうやって固定しておきますので、私の顔を見るよりこのカードを見といた方がいいです。なので、9月9日に、別にこの日じゃなくてもやったらいいんですよ。でも、2025年の9月9日はよりやりやすいから、ぜひこのチャンスにということですが、これから言うの意識をこれから言う開運行動をやってください。つまり、こういう意識を持ってくださいということです。少し時間をとって、静かな時間を持って、そしてこのカードを見てください。そして、今日までの自分自身の人生に感謝と愛を感じて、私の人生の周波数を下げているものを手放しますと宣言してみてください。心の中で唱えるだけでも OK です。そして続いて、多くの人にとって波動を下げる原因となっているもの、つまり重すぎる責任や承認欲求を満たすために他者からの評価を求める気持ち、こういったものを手放す意識を持ってください。キラキラキラーっと皆さんの毛穴の一つ一つから、それらはあなたの人生の上昇を妨げるものなので、パーッと光の粉になって手放されていく、そんなイメージを持ってください。そしてより高い次元の人生へと導いてくれる流れ、このファイスパイルの流れがあなたの周りにやってくるのをビジュアライズしてください。そしてそれを信じてください。さらに、あなたの過去すべてを許す意識を持って、ゆっくり息を吐きながら、しばらく許しのエネルギーが完全にあなたの心を癒していくまで数秒時間を持ってください。許しの対象はあなた自身、そしてあなたに関わった他者、すべてです。過去にあなたが経験してきたすべての許せないと思っている状況や自分自身を責めているエネルギー、あの時にああ言うべきだった、ああすべきだった、全部重荷になってしまいます。ですから、すべてを許す。すべてを許す。これを繰り返してください。あなた自身も許すし、他者も許すということです。許しのエネルギーが循環していって、このファイスパイラルのようにエネルギーが渦巻いていくのを感じたら、もう手放しは終わっています。この時間をぜひ2025年9月の9日に持ってみてください。ということで、最後に、よいしょ。見ている皆さんにさらにこのせっかくですからセプタグラムのカード1枚引きをちょっとジャンピングしましたが、ハイジアです。ハイジアは私の先生術クラスではとても大事な天体として必ず読むように進めている小惑星でもありますし、セルフケア、自然、治癒力、アウタ、代替医療ですね、などの女神です。自分自身の力を信じるという意味でもあります。あなたの内側にすでに可能性を持っている。ただ周波数が合っていないから調子が良くないだけ。周波数が合ってないからあの人と同じ10チャンネルの10チャンネルっていうのは別に適当に言ってますよ。その幸せな人生のチャンネルが映像としてあなたの目の前にやってこないだけ。
そういうメッセージです。ということで、2025年9月9日、ぜひ体験してみてください。皆さんが素敵な9月の9日をお迎えできるように祈っております。